はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。今回は Steam で今後発売予定とされているみんな大好きオープンワールド作品をピックアップしました。超有名な期待作からニッチな作品まであるので、気になった作品があったらウィッシュリストの参考にしてもらえたらと思います。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報などを簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立ったら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは早速いってみましょう。まずはじめにダイイングライト2 Stay Human、 2022年2月5日リリース予定、日本語対応の作品です。フォロワー数は23万8611人。ポストアポカリプスの世界で繰り広げられる高難易度のゾンビサバイバル。最大4人での協力プレイが可能。12月現在 Steam で発売前フォロワー数ランキング第1位の期待の作品です。前作ダイイングライトから20年が経過した世界、自らの過去の謎に迫るべく放浪する主人公エイデン・カルドウェルが人類最後の砦となる都市シティにやってきたところから物語は始まります。シティは3つの勢力に分裂した状態で、どの勢力に味方するか敵対するかで物語は変化していきます。シティの運命を変えるのはプレイヤー次第といったストーリー展開。本作はゾンビサバイバルとパルクールアクションが特徴の作品。街中を爽快なアクションを駆使して走り回り、探索して素材を集め武器やアイテムを作成してゾンビと戦っていきます。パルクールや戦闘などの要素の大幅な改善や新しいアクションを多数追加し、マップエリアは前作の4倍のサイズに拡張されたとのことです。ダイイングライト2 Stay Human は2022年2月5日リリース予定、日本語対応の作品です。エルデンリング2022年2月25日リリース予定、日本語対応の作品です。フォロワー数は22万2118人。12月現在 Steam で発売前フォロワー数ランキングダイイングライト2に続く第2位の作品です。ダークソウルシリーズを手掛けたフロムソフトウェアのアクション RPG。 少しストーリーがややこしいですがかいつまんでお話しします。神たる女王マリカの祝福を受けた者たちが治める祝福された土地狭間の地。この狭間の地では祝福を失う人が現れ、汗人と呼ばれ狭間の地を追放されてしまいます。本作の主人公は汗人となって狭間の地を追放された人々の子孫。黄金樹の祝福の根源たるエルデンリングが砕け、汗人にも祝福が宿り、かつて追放された狭間の地の王となるべく冒険に出るといった物語です。本作は完全なオープンワールドではなく、ダンジョンもシームレスにつながったオープンフィールドになっており、過去最大規模の世界の作りでかなりマップも広いようです。戦闘は剣、弓、魔法などの様々な攻撃手段とドッジロールやバリー、バックスタブなどを駆使して戦う100種類以上の戦技と呼ばれる特殊技や、共に戦ってくれる霊体を召喚することもできます。またステルスプレイや馬に乗った騎乗戦も楽しめるみたいです。さらに最大4人でのマルチプレイに対応しているので、広大なオープンフィールドを仲間と共に冒険するのはかなり楽しいのではないでしょうか。エルデンリングは2022年2月25日リリース予定、日本語対応の作品です。エレックス2 2022年3月2日リリース予定、日本語対応の作品です。フォロワー数は1万2107人。隕石の衝突で文明が崩壊した惑星マラガンを舞台にしたポストアポカリプスの SF オープンワールド RPG。 隕石の落下により文明は崩壊したが、隕石によってもたらされたエレックスと呼ばれる鉱物は人間に大きな力を与えるとされ、このエレックスをめぐって争いが起きている世界。一度は惑星の危機を退けた主人公ジャックスは離れ離れになっている息子のデックスを探すとともに、再び現れた新たな脅威に立ち向かうため争いを続ける様々な勢力に団結を呼びかけるといった物語。プレイヤー自身も派閥に属することができ、派閥ごとに独自の武器やスキルを習得することができます。戦闘は銃、剣、魔法といった SF とファンタジーが融合したような攻撃手段があり、さらにはジェットパックを利用して空を飛び広大な世界を探索することもできます。プレイヤーが取った選択や行動によりその後のストーリー展開と結末が変化し、 NPC はプレイヤーの行動を記憶しており、プレイヤーの行動次第で NPC が命を落としストーリーに大きな影響を与えることもあるみたいです。少し気になるのは前作の評価が少しいまいちな点がちょっと気になるところですね。エレックス2は2022年3月2日リリース予定、日本語対応の作品です。ストーカー2
ハート・オブ・チェンノブイリ。2022年4月28日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は10万2391人。チェルノブイリ原発事故で周辺に発生したゾーンと呼ばれる危険地帯を舞台にした一人称視点のオープンワールドサバイバル。ゾーン内部では突然変異したミュータントやアノーマリーと呼ばれる超常現象が発生し、絶えず派閥抗争が起きている危険地帯。プレイヤーは一攫千金を求め、危険地帯ゾーンに存在する計り知れない価値を持ったアーティファクトを狙うストーカーとなってゾーンの奥深くへ進み、この世界にまつわる謎を解き明かしていくといった物語。多種多様な敵との戦闘や昼夜のサイクルと天候の変化、空腹、睡眠、放射能汚染など様々なサバイバル要素が盛り込まれています。武器のカスタマイズも豊富で30種類以上の武器をベースに何百通りもの強力な組み合わせを作り出すことができます。本シリーズの特徴である NPC やミュータントの行動を管理するシステム A ライフもバージョンアップされ、環境や状況の変化に対応する行動がゾーン全体に変化をもたらします。様々な分岐で描くストーリーはマルチエンディングで複数存在するとのこと。ストーカー2ハート・オブ・チェルノブイリは2022年4月28日リリース予定日本語対応の作品です。ザ・デイ・ビフォア。2022年6月21日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は11万7976人。オープンワールドゾンビサバイバル。本作はパンデミック後のアメリカを舞台にゾンビとなった感染者や物資を奪おうとする敵対生存者と戦いながらゾンビアポカリプスな世界を生き抜いていく MMO サバイバル。季節は冬が設定されており、主人公は生き残るため廃墟と化した高層ビルや住宅、廃棄された車両などを調べ物資を調達し、空腹度、喉の渇き、体温などのステータス管理を行う必要があります。マップは都市部以外にまで広がり、車両に乗り広大で危険に満ちたオープンワールドを探索することができ、生存者が住むコロニーで物資の売買や他のプレイヤーと交流することができるみたいです。多人数参加型の MMO 作品なので PVP などもありそうですが、個人的には没入感のあるストーリーがあるのか、私みたいなソロで遊べるゲームバランスなのか非常に気になるところです。ザ・デイ・ビフォアは2022年6月21日リリース予定日本語対応の作品です。はい、ここからは具体的な発売日がアナウンスされていない作品の紹介です。スモールランド。近日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は4万3441人。小さな体で大きな世界を大冒険。主人公は小さな妖精のような小人となって美しい大自然を小人目線で探索し、資源を集めて住居を建てたりアイテムを生産し、過酷な食物連鎖の中で生き残るオープンワールドサバイバル。小人のサイズはアリと同じぐらいで食物連鎖の底辺に位置づけられ、プレイヤーとなる小人は自分たちよりも一回りも二回りも大きなクモやハチといった敵対生物と戦っていくことになります。生物も敵対する生物だけはないみたいで、バッタやトンボに乗って大自然を駆け回ったり大空を飛んだり大冒険を楽しむことができます。またクラフトや建築要素もあり、木の上にツリーハウスを建てて拠点として武器や防具をクラフトできるみたいです。人数は分かりませんがマルチプレイにも対応しているとのことです。映像を見る限りかなり巨大な昆虫がリアルに描かれているので、私のように生理的に虫がダメな方にはちょっとっていう作品かもしれませんね。スモールランドは近日リリース予定日本語対応の作品です。マイタイムアットサンドロック。2022年年内リリース予定日本語未対応の作品です。フォロワー数は4万6555人。マイタイムアットポルティアの続編タイトル。Steam でも高評価なマイタイムアットポルティア君の街ポルティアと同じ世界観を持つ作品です。前作にも登場した UFO ラ砂漠を舞台にものづくりや農業、敵やボスと戦うアクション RPG 要素、街の住民との交流など何でもできる高い自由度が特徴の作品です。自由度の高さが特徴の作品ですが、しっかりとしたストーリーやメインミッションとサブミッションなど新たな要素とさらなるボリュームを追加しているとのことです。また前作にも登場したキャラクターの他に30人以上の新たなキャラクターが登場予定。前作と同様にコンテンツの豊富さ、キャラの人間臭さ、自由度の高さ、さらにはマルチプレイにも対応するのでかなり長くスローライフを楽しむことができそうです。
マイタイムアットサンドロックは2022年年内リリース予定日本語未対応の作品です。ボイドトレイン2022年年内リリース予定日本語未対応の作品です。フォロワー数は26,220人。異世界空を走る列車、ロマンあふれる作品。プレイヤーは異世界を走る列車の乗組員となって様々な世界を巡る中生きることを学ぶオープンワールドサバイバル。途中で立ち寄る駅や島などを探索し、異界の生物と戦い資源を集め、サバイバルに役立つアイテムや列車をアップグレードしながらこの世界をどこまでも進んでいく。最初は小さなトロッコ電車から始まり、建設、拡張、カスタマイズ、異なる時代のエンジンを搭載し、アップグレードを行うことで走る機関要塞へと変貌していく。ワイヤーを使った資源採集や列車を襲うサメみたいな生物を見る限りラフトっぽいイメージを感じます。ボイドトレインは2022年年内リリース予定日本語未対応の作品です。パルワールド2022年年内リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は17,115人。クラフトピアを手掛けたポケットペアの新作。本作はクラフト、農業、博スラ、自動化、建築と盛りだくさんなジャンルが楽しめる Steam でも高評価なクラフトピアの雰囲気にモンスター育成のスポットを当てた感じの作品です。舞台はパルと呼ばれる不思議な生物が生息する世界。様々な見た目と特性を持っている不思議な生物パルは建築、農業、工場生産などこの世界の人々と共に過ごしてきました。プレイヤーは多種多様なパルが生息する広大な世界を冒険しながら拠点を築き農業や工場を営んでいく。さらに育成したパル同士を掛け合わせ繁殖させることで強力なパルを生み出すこともできます。またこの世界では禁止されているパルの売買や食料としての密漁者なども存在し、プレイヤー自身が密漁者となることもできるみたいです。人数は分かりませんがマルチプレイにも対応しているとのことです。パルワールドは2020年年内リリース予定日本語対応の作品です。ワイルドウエストダイナスティ2022年年内リリース予定日本語未対応の作品です。フォロワー数は11,443人。西部開拓時代ライフシム。本作は1800年代のアメリカ。西部開拓時代を舞台に孤独なカーボーイとなって開拓地を作り市長となるライフシミュレーション。プレイヤーは旅の途中で廃墟となった牧場を見つけここに留まることを決意する。食料を集め動物を狩り肉や皮を売って稼いだ金で少しずつ牧場を修復していく。牧場が再建されだすと入植者が集まりだし定住をはじめ村となりやがて店舗や保安官事務所ホテルなどが立ち並び町へと変貌していく。何百ものミッションが用意されリアルな西部開拓時代を楽しむことができる作品です。ワイルドウエストダイナスティは2022年内リリース予定日本語未対応の作品です。アースフロムアナザーサン2022年年内リリース予定日本語未対応の作品です。フォロワー数は9,883人。銀河を舞台にした FPS アクション。銀河を探索し自分の帝国を設立して成長させ軍隊を率いて銀河統一を目指す。プレイヤーは進化し続ける巨大な銀河で様々な惑星や海賊の巣窟、宇宙ステーションなどを巡り支配地域を拡大していきます。プレイスタイルは様々あるみたいで圧倒的な軍事力で敵を消滅させたり経済操作で貿易市場の支配、外交を極め交渉による従属、あるいは犯罪活動など様々な手段で銀河を手中に収めていきます。本作の特徴は最大1000ユニットが繰り広げる大規模な SF 戦争。数百種類のユニークな武器やガジェットを使いこなし戦車、ホバークラフト、戦闘機などが飛び交う迫力のある戦闘が楽しめます。シングルプレイのほか最大60人のプレイヤーが参加するドミニオンコンクエストといったモードがあるみたいです。アースフロムアナザーさんは2022年年内リリース予定日本語未対応の作品です。スカイクライマーズ2022年年内リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は6100人。街づくりをメインにしたオープンワールドアクションゲーム。本作は美しい自然の中で王国を築き上げるシティビルディングをメインとした作品です。プレイヤーはパラディン、メイジ、レンジャーの3つのクラスから1つを選んで冒険に出発。木を切って木材を手に入れ石を採掘し小さな村を拡張していきやがて人々が集まり始め通貨や資源を管理して王国を繁栄させていく。
この世界には既存の王国も存在しており、日本建築をベースとしたような王国もあるみたいです。また都市建築だけではなく、自動生成される広大なオープンワールドの草原、火山、海、森林など様々なロケーションを探索して、世界に隠された古代の謎を解き明かすといった要素もあるみたいです。カラフルで美しいアニメ調のグラフィックが印象的な作品。スカイクライマーズは2022年年内リリース予定日本語対応の作品です。レッドフロスト、2022年年内リリース予定日本語未対応の作品です。フォロワー数は5155人。核戦争後のロシアを舞台にしたサバイバルアドベンチャー。世界は終末を迎え、荒廃してしまった冬のロシアを舞台に、記憶を失った主人公がラジオから聞こえる声に導かれ、極寒のサバイバルアドベンチャーに出発するといった物語です。凍てつく世界で数少ない資源を集め、道を切り開いていく。物語を進めていくことで自身の記憶を取り戻し、この世界で何が起こってしまったのかを知ることになります。ダイナミックに変化する天候への対処や、喉の渇き、空腹、疲労といった体調管理などのサバイバル要素や、実行したアクションに応じてスキルレベルがアップする成長要素などが盛り込まれています。またプレイヤーキャラのゾンビ化によってユニークな物語が展開していくとのことです。一人称視点で描かれるストーリー重視のサバイバルアドベンチャー。レッドフロストは2022年年内リリース予定日本語未対応の作品です。フォースポークン、2022年年内リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は4090人。ファンタジー世界を舞台にした魔法パルクールアクション。ニューヨークで暮らす主人公フレイ・ホランドがアーシャと呼ばれる異世界に閉じ込められてしまい、以前の世界に戻る方法を探して旅をする。詳しい内容は明らかにされていませんが、ストーリー紹介トレーラーを見た感じでは、タンタサイラという人物によって統治されているアーシャが滅亡の危機にあるところ、異世界より主人公であるフレイが現れたことにより、アーシャの未来が大きく変わっていくといった物語のようです。ゲームシステムは魔法にフォーカスを当てた作品になっており、様々な魔法によるアクションを使うことができます。中でも特徴的なのが魔法パルクールと呼ばれるアクション。簡単な操作で魔法を使いスタイリッシュに広大なアーシャの地を駆け回ることができるみたいです。フォースポークンは2022年年内リリース予定日本語対応の作品です。はい、今回は Steam で今後発売予定とされるみんな大好きオープンワールド作品をピックアップしました。気になった作品があったらウィッシュリストの参考にしてもらえたらと思います。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報などを簡単に分かりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日も良い一日でありますように。次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。